羽生結弦ノッテステラータ2024が BS 日テレで放送されました。 BS だったにもかかわらず日本のトレンド2位になりました。羽生選手だけではなく大地真央さんや BS 日テレもランクインしています。今回は BS 日テレの放送を見て再び感動を呼び起こしたダニーボーイ、カルミナ・ブラーナに対してのファンの皆様の声をご紹介します。私たちの声が遠く海外で羽生選手を応援しているいろいろな立場にいるファンの方たちへも届きますように。羽生結弦選手が人でなくなり白鳥になっていく。翼をゆったりと広げる姿は完全に白鳥の化身。翼も年々長く伸びてる。その翼を一振りするたび、羽生選手のあふれる慈愛がこの世に振りまかれる。見る者は浄化される。演じるごとに過去のスワンを超え思い出にならない。カルミナ・ブラーナ。運命を知らない純粋無垢な少年の心躍る気持ちを表す表情。笑顔がとても良かった。試練や苦しみに抗いながらも受け入れて、希望を乱し前に進む力強さを、スケートや全身だけでなく表情による演技、まとうオーラからも表現できていた。ミュージカルとして俳優にも慣れていた。カルミナ・ブラーナ鳥肌が立った。操り人形は本当に窒息感が強すぎる。このプログラムはぜひアイスストーリーでソロでやってください。本当に羽生結弦の共演が見たいです。カルミナ様、こうして映像で見るとゆずくんはすでに宝塚歌劇団。周囲に森や木々や葉っぱや小川や日の光が見えましたし、表情がもう男役も娘役もいけますしね。カルミナ・ブラーナいつか、本当にいつかでいいから、あの舞台芸術作品をフルオーケストラ&混声合唱の中で見てみたい。ドームのような大空間でお願いします。フィギュアスケーターの振付師、バレエや陸上ダンスの振付師、それぞれのパートがあって、羽生くんは両者の境界を見る人が意識しないように滑っていた。個人的にストーリー性が強いミュージカルを表情で演じる羽生くんを今後もっと見られるんじゃないかなと楽しみです。やっぱしすごい。アングルがよくステージの大地さんとリンクの羽生くんがしっかり見れた。微笑みを浮かべていた青年が畏怖の念を抱き、抗い受け入れ女神のもとに駆け寄る芸術作品です。カルミナ・ブラーナ、まだ震えてる。羽生結弦、あまりにもすごすぎる。現地ではわからなかった表情の演技、スケートを超えた表現、こんなすごい演技を見られるなんて。羽生結弦の進化が凄まじくて、まさに今歴史を目撃している。カルミナ、背中に糸が本当についてるみたい。羽生結弦は半端ないな。アーティストでありアスリート。言葉が出ない表情、大地さんとのシンクロ、絶対的な技術がないとできない。素晴らしすぎる。カルミナ・ブラーナでは改めて新しい羽生結弦さんを見せてもらった感。今までやってこなかった苦手な動きも入れてもらったと話してたけど、バレエ色強めな振り付けとかかな。どこが苦手ってなる繊細さと力強さ、完全に自分のものにしてる動きです。感動で泣いてたらいきなり、そこに愛はあるか？ CM 来た。しなやかな体と優雅な衣装から星の光をきらめかせた美しい人の渾身の舞。輝く星々は世界に広がり、希望の光となる。羽生くんの祈りのスケートは慈愛にあふれ、見る者の心に深く深く澄んだ聖水を注いでくれる。この世に一つの大切な宝物。ダニーボーイ、さまよえる魂を天に上げている気がした。迷える魂を拾い上げてくれている気がした。ヤシも迷える人間。羽生くんに拾い上げてもらって救われてる。ありがとう。羽生くんが尊くて今夜も泣ける。ダニーボーイは29歳の羽生結弦選手が、その技術を維持したまま、むしろ進化、今もスケートを続けてくれたからこそ見ることができた、奇跡みたいなプログラムだと思う。すでに頂点を極めたソチ五輪の19歳では、この大人の表現、質感にはならないだろうな。ダニーボーイ、感動でその余韻に浸りたくて、ゆっくりと立ち上がってスタオベした。羽生くんが清らかだからこそ祈ることを許される。身も心も捧げた祈りの舞届いたよ。羽生くんに救われた人たくさんいると思う。ダニーボーイ、花が開くようで花弁がハラハラとほどけるようで、時に愛おしく氷を抱きしめ痛むようで、染み入るような美しさがある。新たな動きやポジション、見たことのないスピン、
あの美しさの中にもたくさんの挑戦がある。会場が無数の輝きできらめく星たちに見える。羽生さん、出演された皆さん、今元気ですか？日本はまだまだ寒いです。あなたたちの幸福を願いながらテレビに手を振っています。羽生くん出てきたら涙ボロボロ出てきた。希望の歌心に染み渡る。この希望の歌の全身で歌うような演技、いつ見ても胸にこみ上げるものがある。言葉より伝えることができるものがあるとよくわかる。世界中にファンがいるゆえんかもしれない。会場で揺れる星の一つになれたこと。羽生さん、大地真央さん、共演者の皆さん、スタッフの皆さん、両隣で一緒に応援してくれた方、ありがとう。放送してくださった BS 日テレさん、ありがとうございます。一生の思い出。ダニーボーイ。まるで天界から降りてきた方が地上での過去の思い出を慈しみ、生まれてきた命を祝福し、その命が大きく育つことを祈るようにも感じました。ダニーボーイ。本当に動く芸術作品のよう。見とれてしまった。珠玉のプログラムがまた一つ増えましたね。ダニーボーイの最後、羽生くんが演技を終えた瞬間、画面に星が流れたのがもう、あんなに滝のような汗で、全身全霊、心を込めて滑ってくれた。妖精でも天使でもなく、紛れもなく人間、羽生結弦がそこにいたんだね。4K で見るリンクすごい。スピンした時に削れて飛び散る氷の粒たちがはっきり見える。こんなにも細かいものがはっきり見えるのに、羽生くんの毛穴はやっぱり見えない。デイビッドってやっぱり天才ですね。ダニーボーイのあふれるほどの情感と繊細さ美しさをシンプルに作り上げる。そしてそれをよりはるかに超えて現象化させる羽生さんはまさに期待の天才、ギフテッドですね。羽生くんはいつだってあの日のことを忘れてはいけない。って届けてくれる。私たちは彼が届けてくれる優しさをしっかり受け止めて、頑張って生きていかなくちゃ。日テレ様、放送ありがとうございました。いつもまばゆい光を届けてくださりありがとうございます。その希望に満ちた優しく温かい光が心を照らしてくれます。どうか羽生選手へも皆からの星の光が届きますように。やっと落ち着いて最後まで見ることができました。まるで夢のような時間でした。去年はなかった観客の光の演出もとても印象的でした。ギフト以来の直接参加できてる喜び。あの星の一つになれた感動。今でも蘇ります。羽生くんありがとう。昨年の千秋楽で羽生選手は、また、やっていただけるか、それは僕次第なのでわからないですけど、とおっしゃっていましたが、今年も希望を届けてくださり、BS 放送までしていただき、本当に、ありがとうございます。完璧に制御された超絶技巧の連続なのに、さらりとやってのけるから大変そうに見えないけど、終わった後の滝のような汗が物語っている。究極まで研ぎ澄まされ磨き上げられた純粋な結晶のよう。美しい結晶を見せていただけることがありがたい。羽生くん本当にありがとう。リハーサルの様子から演技も余すところなく、インタビューまで放送ありがとうございました。羽生選手のプログラム、それぞれにジャンプやスピンやステップはもちろん、指先や眼差しにも深い思いが込められていて胸に迫ります。何者にも代え難い宝物です。フィナーレの挨拶でも素敵な言葉を聞かせてくれた。少しでも星の一かけのような輝きを持てるように頑張るよ。羽生くん、ありがとう。こんな夜中に一人おいおい泣いてる。羽生選手や出演者の皆さんがキラキラ輝いて、遥か遠い存在なのに、一緒にいるような温かい気持ちになれる。ノッテステラータ大好き。希望の星、光をありがとうございました。3月11日の羽生くんの最後のご挨拶。今見てまた泣いた。羽生くんいっぱい泣いたんやろな。目が腫れてる。今日ある命は明日もあるとは限りません。面倒くさがりですぐサボりたくなる私やけど、この言葉を胸に明日も一生懸命生きます。ありがとう羽生くん。3.11 日本が揺れたあの震災から13年。地震、津波、原発事故。日本はどうなってしまうのか。命の大切さ。今を精一杯生きること。くだらない何気ない日常がいかに愛しいかをあの日を境に思い知った。そんな記憶を思い出す。羽生くん、出演者の皆さん、希望をありがとう。いかがだったでしょうか。リハから
最後のインタビューまで至れり尽くせりの放送をしてくださった BS 日テレさんに感謝する言葉がたくさんありました。競技から離れるとなかなか一般の方で羽生さんの演技を見る機会がなくなるので、地上波や BS で放送してくれるのは感謝ですよね。今後もアイスセラフィムでは羽生結弦選手と羽生選手にとっての大切な人々、そしてファンの皆様の声を共有し、羽生選手の活躍を応援していきます。このチャンネルがいいなと思ってくださったらチャンネル登録お願いします。また海外ニュースなどで取り上げてほしい記事などありましたら教えていただけると助かります。それでは皆様、今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。